冒頭、新型コロナウイルス感染症の検査について2点お話をさせていただきます。まず、抗原検査の関係でありますが、鼻咽頭拭い液による抗原検査について、これまで陽性の場合は確定診断となる一方、陰性の場合は確定診断のために再度 PCR 検査を行うということで、義務をさせていただきました。今般、発症2日目から9日以内の有症状者については、抗原検査と PCR 検査の結果の一致率が高いことが確認をされました。抗原検査で陽性の場合に加えて、新たに陰性の場合についても、それをもって確定診断適用にしたいと考えております。このため本日、厚生科学審議会感染症部会を開催し、関係ガイドラインを改定するなど、所要の手続きを行うことにしております。抗原検査は、その場で30分程度という短時間で診断することが可能であります。また、キットでありますから、非常に使い勝手がいいということもあります。今後、救急患者を含め、関係機関や施設で発熱などがある場合などの活用が期待をされるところであります。2点目でありますが、抗体検査の調査結果であります。感染者数の多い地域と少ない地域として、東京都、大阪府、宮城県の3府県について、それぞれ一般住民約3000名を性年齢区分別に無作為抽出とし、6月第1週に血液検査による抗体検査を実施いたしました。調査においては、FDA において緊急使用許可がされた定量的に陽性か陰性かを判断できる検査法を用い、測定方法が異なる2種の検査方法の両方の陽性確認されたものを陽性と判断することといたしました。その結果、各自治体における抗体保有率は、東京都で 0.10%、大阪府で 0.17%、宮城県で 0.0% でありました。0.03% でありました。これらの陽性検体については、検体中の抗体が実際に新型コロナウイルスに対してどの程度の防御機能を持つのかなどについて、国立感染症研究所でさらに精査することとしております。今回の調査結果のほか、産生された抗体の持続感や免疫防御機能との関係に関する他の研究の状況も踏まえ、抗体検査の活用方策やさらなる抗体保有率調査について検討していきたいというふうに思います。お手元にそれぞれ資料が配られると思います。私の方からは以上です。